浦島太郎の物語は有名なので、今更内容を紹介するまでもないでしょう。しかし、このおとぎ話が何を伝えようとしているのかははっきりしません。このビデオでは、この物語の起源に対して私の解釈を提示することで、私が出版した本、浦島伝説の謎を解くの導入としたいと思います。第1章、浦島伝説をめぐる3つの謎の提示。浦島伝説の起源は8世紀の文献にあります。そのうちの一つ、丹後の国不土記の逸文には、水の絵の浦島の子の話が詳しく伝わっています。しかし、日本のオリジナルの話ということではありません。道帝湖の龍女という浦島伝説とそっくりの民話が5世紀以前から中国にあり、日本の浦島伝説はその影響を受けた可能性が高いからです。これ以外にもインドやヨーロッパに似た話があります。これらを浦島型異教訪問譚と呼ぶことにしましょう。その起源がどこかという話はともかくとして、世界各地に同じような話があるということは、私たちの心を捉える何か普遍的なものがこの話にはあるということです。それを前提に、浦島伝説の謎として、私は以下の3つを取り上げたいと思います。まずは、なぜ龍宮は理想郷であるにもかかわらず、天の上ではなくて、海や湖といった水の中にあるのかという問題です。いくつかの浦島型異教訪問譚では、洞窟の中に異教があるのですが、なぜそこは地獄とは正反対の理想郷なのかという問題です。次に、なぜ日本の浦島伝説には龍が出てこないのに龍宮が出てくるのかという問題です。最後は、なぜ龍宮では時間の流れが遅く、その結果、浦島は玉手箱を開けた途端、年を取ってしまったのかという問題です。第2章、なぜ龍宮は水や洞窟の中にあるのか。普遍宗教、すなわちキリスト教やイスラーム教や仏教などの世界宗教においては、天国や極楽浄土といった理想的異界は天の上あるいは天の彼方にあると信じられています。これに対して地面の下にある異界は地獄として否定的に位置づけられています。これは仏教信者が思い描く地獄絵図です。理想郷とは程遠い阿鼻叫喚の世界です。こちらはキリスト教信者が思い描く地獄の様子です。拷問と殺戮の修羅場です。しかし、太古の昔から地下の異界がこのように思われていたということではありません。普遍宗教が信じられる前、人類は母なる大地を崇拝していたからです。この写真はビレンドルフのヴィーナスと呼ばれている先史時代の像です。この像はベンガラで赤く染められていました。赤といえば血の色で出産を連想させる裸婦像です。ヨーロッパの旧石器時代の遺跡からはこれと同じような像がたくさん見つかっています。自母神崇拝のための像と考えられています。こちらは縄文のヴィーナスと呼ばれている縄文土器です。縄文土偶の大半は女性、とりわけ妊娠した女性で赤く塗られています。ビレンドルフのヴィーナスとその点で似ています。私たちは生まれるとき、子宮から外に出ます。では死んだらどうなるのか。私たちの先祖は
生まれる時と逆のことが起きると考えました。つまり子宮の中に戻るということです。子宮といっても人間の子宮ではありません。自母神の子宮です。だからあの世は地面の中、もしくは子宮は用水で満たされているので水の中と観念されるのです。私たちには体内に戻りたいという体内回帰願望があります。浦島伝説のモチーフは体内回帰願望というのが私の解釈です。それなら理想郷が水の中にあることも理解できるでしょう。体内は用水という水で満たされているからです。しかしその理想郷での住まいが竜宮と名付けられているのはなぜなのか。これが次の章のテーマです。第3章、なぜ竜が登場しないのに竜宮なのか。竜とは母系宗教において一般的であった蛇信仰に基づいて作られた想像上の生き物です。この絵は真の国旗に描かれている竜です。竜は普通の蛇とは異なり、鳥のように空を飛ぶことができます。こちらは15世紀に描かれた西洋の竜、すなわちドラゴンです。翼を持っているので、蛇よりも鳥に見えます。竜が鳥の要素を取り入れた蛇であるのに対して、蛇の要素を取り入れた鳥は鳳凰です。この写真の鳳凰像をよくご覧ください。首の部分が鱗を持った蛇になっていることがわかります。鳥は空を飛ぶので、地上と天の媒介者として認識されます。鳥と蛇の合成獣が作られたのは、両者には2つの世界の媒介者という共通点があるからです。蛇が蛇行する様子は、川が流れている様子に見えます。川は海に向かって流れるので、海への導きの糸ということができます。自母神崇拝では、あの世が自母神の体内にあるということはすでに述べました。私たちは生まれるとき、子宮とへその緒でつながれた状態で生まれてきます。死ぬとき、その逆が起きると考えるなら、この世から自母神の体内に戻るためには、導きの糸としてへその緒が必要ということになります。そのへその緒の役割を果たすのが竜で、したがって浦島伝説では、竜が住む体内は竜宮ということになるのです。ただし浦島伝説では媒介者は竜の代わりに亀ということになっています。亀は首だけ見れば蛇に似ています。ちょうど鳥が空と地上との間を往復するように、亀は海と陸とを往復するので、この世とあの世の媒介者として見なされたのでしょう。蛇の中にも水陸両生のものがいますが、一般的ではありません。蛇は空を飛びませんが、竜は飛びます。蛇信仰があの世を地下あるいは水中に想定するプリミティブな母系宗教であるのに対して、竜崇拝は天上にあの世を想定する父権宗教への移行期に見られる両義的な信仰ということができます。日本神話も移行期に形成されており、縄文時代の母系宗教的な要素と弥生時代になって生まれた父権宗教的な要素が混在しています。だからあの世が天であったり地下であったりするのです。どちらであれ、この世とあの世をつなぐ通路は日本神話では柱と認識されていました。それで神を数えるときは柱という単位を使っていました。写真は諏訪大社上社で行われる御柱祭りの木落としです。柱という言葉は語源的には下に走る、
もしくは下から走るという意味です。御柱祭りの木落しでは死者が出ることもありますが、それは文字通り異界へと下に走る体内回帰の祭りです。柱から下という意味の羅を抜くと橋になります。この写真は天橋立ですが、浦島伝説を伝える丹後の国不土記の逸文は天橋立の成り立ちについても説明しています。すなわち国をお生みになった狼イザナギの命が天にお通いになろうとして建立なさった柱が神がお休みになっている間に倒れて今のような天橋立になったというのです。天橋立の南側からの眺望は飛龍館と呼ばれています。股覗きをすると海と空が逆転し、天橋立が空を飛ぶ龍のように見えるというのです。股覗きをする代わりにこの写真を上下逆にしてみましょう。どうでしょうか。龍が空に向かって飛んでいるように見えますか。海も空も同じ青色なので、水平線を境に海中の異界を構造的に反転させて天に想定することは比較的容易なことだったでしょう。それで水中に潜む龍が天に昇るようになったのです。この世からあの世へと戻る通路を切断することを精神分析学では虚勢と言います。虚勢により体内回帰ができなくなります。つまり浦島は竜宮に戻ることができなくなるのです。これが次の章のテーマです。第4章、なぜ玉手箱を開けると年を取るのか。浦島伝説の結末はよく知られている通りです。浦島が玉手箱を開けると中から白い煙が出ていってたちまち浦島は年を取ってしまいました。玉手箱の玉は魂の玉です。手箱は竜宮、つまり自母神の子宮の象徴です。玉手箱を開けたところ、白い煙が出ていって元の玉手箱に戻らないということは、竜宮から浦島の魂が出ていって戻れなくなったということを象徴的に意味します。つまり浦島は虚勢されたということです。浦島伝説では竜宮から故郷に帰ると304年が経過していたことになっています。このことはあの世とこの世では時の流れ方が違うということを意味しています。日本人はこの世を移し世、あの世を常世と呼んでいました。移し世の移は虚しいという意味の移と同根の言葉です。だから移し世とは移ろいやすい仮初めの世界ということです。常世の常は底という意味の常と同根の言葉です。だから常世とは地下に存在する常しえの世界ということです。地下のあの世では時の進み方が遅いと想像されるようになったのはなぜでしょうか。ヒントは体内時計にあります。サーカディアンリズムと呼ばれる体内時計の周期は24時間よりも長いのにもかかわらず、私たちは毎朝起きて光を浴びることで24時間になるように周期をリセットしています。ところが洞窟の中のような暗闇の中で生活をしていると、サーカディアンリズムのフリーランが起き、一日の周期が伸びてしまいます。暗闇での隔離実験では、
周期が2倍になった例も報告されています。それで外に出ると、思っていた以上に早く時が経過していたと感じます。この世の洞窟の中ですら、こういうことが起きるのだから、地下のあの世では、もっと時の進み方が遅くなるのに違いないという信念が、洞窟の中で住んでいた頃から形成されたのでしょう。時の経過の感覚を変えるもう一つの周期は、心臓の鼓動感覚です。楽しい時、リラックスしている時、鼓動感覚が長くなるため、時があっという間に過ぎるように感じます。これに対して、辛い時、緊張している時、鼓動感覚が短くなるため、時の経過が遅く感じられるようになります。竜宮城で楽しい日々を過ごすなら、鼓動感覚が長くなるため、時の経過を早く感じることでしょう。浦島伝説は、これを誇張したと解釈することもできます。私たちは虚勢により、体内回帰の願望を遠の昔に捨てたはずですが、その願望は深層心理においてまだ残っています。幼かった頃の体内回帰の夢にノスタルジックに思いを馳せながら、ふと気がつくと、年を取った自分という現実に目覚めさせられる。そういう物語と考えることもできます。以上、浦島型異教訪問譚の3つの謎を体内回帰説の観点から解いてみました。私の著作、浦島伝説の謎を解くでは、これらの謎を解くことを通して、個人史的にも人類史的にも、忘れ去られた過去の記憶を蘇らせ、さらになぜこの記憶が抑圧され、忘れ去られるようになったのか、そのプロセスを明らかにしています。興味のある方はお読みください。